緊急速報。一般家庭の台所から魔よ密かに飛び立つ夜間が大陸を横断して砂漠の一輪の花へ全水量を投下するという常軌を逸した極秘の短期夜間飛行を繰り返していたことが判明しました。皆様こんばんは。国語対話の時間です。今夜のテーマは入澤康雄の詩未確認飛行物体です。さて猫さん、早速ですが見てください。私がこの作品をイメージして描いたスーパーフラット風のポップなイラストを。未知へのワクワクと無邪気な童心があふれる、まさに最高傑作の仕上がりでしょう。ふぐお MCC、 これは界隈がざわつきますよ。一見するとポップで可愛らしいですが、この背景のいびつなパーツと物体の無機質な輪郭、原点の記述を紐解きますと、ただ空に存在するだけで我々の日常という世界観をバグらせる極めて不条理でコズミックホラー的な設定が見事に表現されていますな。実に見事な伏線ですね。この閉塞感はまさに。はい時間切れ。いきなり不吉なこと言い出して尺押しとるやんか。せっかくのファンタジーなロマンをホラーにすな。さっさと本編行くで。さあここからは真相究明のコーナーです。本日のターゲットは入澤康雄の未確認飛行物体。要するに台所の夜間は夜中にこっそり空を飛んで砂漠の遠距離恋愛相手に会いに行くお話ですよね。ふごー MCC、 その認識は学術的にはそうですが解釈違いですね。原点を紐解きますと、これは三つ村図書や教育出版の中学国語教科書に採用されてきたわずか14行の現代詩なのです。皆さんの会話にも誇りをかぶった記憶が眠っているはずですぞ。そうだったんですか。あんな短い詩が全国の中学生に読まれていたなんて。でもただの夜間が空を飛ぶってどういうことなんですか？実に見事な伏線ですね。原点の序盤によれば、まず夜間が空を飛ばないとは限らないというテーゼが提示され、夜ごと台所を抜け出します。現代のソシャゲで言えば水属性の初期装備である夜間は明らかな参拝。しかし排出率 0% の天井すり抜けを起こし、人権キャラとして覚醒したのですな。要するに平凡で地味な幼馴染だと思ってたら、実は夜の世界で暗躍するハイスペックな俺様キャラだったってことですか？誰にも言えない秘密の予売、圧倒的な身分差ロマンスの予感、尊い。やれやれ。では原点の次なる展開に目を向けましょう。夜間は街や畑の上空を通過し、心持ち身をかしげて人工衛星の弧の下まで飛んでいきます。これを材料肉学の観点で見れば、大気圏の摩擦で金属疲労は限界突破し、完全に男性限界を超えた座屈を引き起こす重大なエラー事象ですご。ちょっと待って、人工衛星の下って低軌道ですよ。夜間の走行でその高度の気圧や温度変化に耐えられるんですか？科学的な根拠や数値を教えてくださいよ。いい着眼点ですな。本来なら熱に耐えきれず燃え尽きるはず。これはまるで冷却ファンが壊れた CPU で無理やり暗号資産のマイニングを回し続け、排熱処理が追いつかずに発火寸前となっている過疎サバの末路そのものです。完全にシステム側のグリッチですな。要するに自分の身を削ってでもどうしても会いたい相手がいるっていう命がけのフライトじゃないですか。不器用だけどけなげなクーデレ愛情表現、最高すぎて息ができません。どこまでも脳内がお花畑ですな。原点によれば長い飛行の末に夜間は砂漠の真ん中に咲く一輪の寂しい花に到達します。しかしこれは交通ルールで言えば指定空域の一時停止無視であり、大陸間を無許可で横断する悪質な煽り運転。一発で免停になる重大なコンプライ犯ですぞ。いやいや、ただの人助け、いや花助けやろがい。カラカラの砂漠で水やりするのにいちいち六法全書が必要なんか。命を救うための緊急車両みたいなもんですって。不合、感情論では解決しませんぞ。原点のクライマックス、夜間は持ってきた水をすべて大好きである白い花に与えます。これを統計学で実況すれば、圧倒的な質量を持つ夜間が砂漠という正規分布の外れ地に存在する花に対し、自らのペイロードを全振りする極端な DPS チェックを完成した瞬間です。要するに君のためなら僕の全てを捧げてもいいっていう世界系の極致じゃないですか。たった一つの個人的な感情のために世界規模の行動を起こすなんて、もう運命の絆がヤバすぎます。尊い。その妄想もここまでです。原点の結末、水をすべて当たれ終えた夜間は空になって元の場所へと戻ってきます。これは宇宙物理学におけるヘツ的死。そして暗号資産のレンズを通せば、実体なき草コインに投資し、運営に資金をラグプルされて空っぽのウォレットを握りしめる哀れな養分の末路ですな。は？なんやて？君のためなら全てを捧げるやと？現実見ボケ。ロマンで飯が食えるか？不幸 MCC、 急にどうなされたのですか？私の自称の自閉音を超えるような恐ろしいオーラが。か、よう聞きや。
夜な夜な人工衛星の下まで飛んで中身の水全部あげて空っぽで帰ってくるってただの都合のええパシリやないかい。そんな不節制な生活してたら免疫力下がって風邪ひくわ。だいたいその夜間帰ってくるから誰が洗うねん。水道代もガス代もただやないんやで。ひえ、界隈のロマンスが圧倒的なインフラと光熱費の現実によって重力崩壊を起こしていますぞ。これぞまさに生活感という名のダークマター。ほんま毎晩アホみたいに飛び回りやがって交通費も出えへんブラックボランティアやんか。相手が花やろうが UFO やろうが同居新年やったらきっちり水道光熱費俺折半で契約書まかんかい。ああアホくさ、ロマンなんか1円の得にもならんわ。5本。さて不条理な現実に直面したところで次は禁断のバックルームへ参ります。さて猫さん、ここからはバックルームのコーナーです。この美しくて切ない夜間飛行の物語、ネットのみんなはどんな風に語り合っているんでしょうか。これだけ尊い自己犠牲を見せられたら感動の涙で海ができているのでは。ふがー MCC 界隈の反応は氷点下ですぞ。ネットの有識者たちからは毎晩手作業で水やりとかタイパ最悪、素直に自動スプリンクラー設置しろ、水がもらえる親ガチャに成功しただけの花などと無慈悲な冷笑の嵐が吹き荒れておりますな。そんな殺伐とした感想ばかりなんですか。あんなにけなげでロマンチックな無償の愛なのにどうして効率やコスパばかり気にするんですか。現代人はスマホの見過ぎで心が干からびているんじゃないですか。学術的にはそうですが解釈違いですね。原点を紐解きますと、夜間は自分の全水量を投下しています。これを現代のエコシステムで言えば自己のリソースを完全に枯渇させるサステナビリティ皆無の非効率な行動、費用対効果がマイナスである以上冷笑も当然ですな。確かに毎晩空っぽになるまで尽くすなんて持続可能ではないかもしれませんけど、でもそこには損得感情を超えた尊い絆があるはずじゃないですか。実に見事な伏線ですね。ネット民の浅はかな冷笑すらも実は仕組まれた反応だったとしたらどうでしょう。ここからが本当の闇の入り口ですぞ。仕組まれた反応ってどういうことですか。ただのロマンチックな詩にそんな裏があるわけないじゃないですか。ふがー、これは自己犠牲の美談という名の現代の同調圧力を強化する洗脳教材ですぞ。個人の感情を A トラック圧縮で極限まで削ぎ落とし、社会という巨大システムへメッシ方向させるための恐るべきプログラムなのです。要するにブラック企業が新入社員に読ませる感動ポエムってことですか。でも A トラック圧縮って何ですか。音がシャカシャカになりそうですけど。鋭い指摘ですな。原点の記述によれば夜間は元の場所に戻ってきます。これはシステム側の未定義動作を悪用し、逃亡を許さず必ず定位置へ帰還させるという全体主義的な束縛のルーチンに他ならないぞ。ちょっと待たんかい。未定義動作やの A トラック圧縮やの知らん横文字ばっかり並べて煙に巻こうとしとるやろ。要するにただ働きさせて交通費も出さんブラック労働ってことやんか。MCC の生活感あふれるコンパイラーによって私の高尚な陰謀論がみるみるうちに最低賃金の現実へと翻訳されていきますぞ。当たり前やろがい。毎晩空っぽになるまで水運ばされて翌朝には知らん顔で火にかけられるんやで。自己犠牲とかサステナビリティとか言う前にまずはしっかり睡眠とって労働基準監督署に駆け込まんかい。過労でそこに穴開いたら新しいの買うお金誰が出すねん。ふがー、界隈の闇が圧倒的な労使交渉と健康管理の正論によって完膚なきまでに粉砕されてしまいましたな。5本失礼しました。つい熱があってしまいました。でも本当にただの残酷な洗脳教材なんでしょうか。作者はもっと純粋な気持ちで書いたんだと信じたいです。ふがー、いや待てよ MCC、 私は今とんでもないことに気づいてしまいました。作者は数十年前の時点でこの監視社会の到来を予言し、意図的にこの狂気を描いて我々に警告していたのでは。どういうことですか。夜間が空を飛ぶことと監視社会に何の関係があるんですか。原点を紐解きますと、夜間は人工生成の弧を通過します。これは単なる高度の描写ではなく、常に上空から監視カメラや GPS で追跡されている我々現代社会そのもの。つまり夜間は監視の網目をくぐり抜けるレジスタンスだったのですな。そんな。じゃあ誰にも見られないように夜中にこっそり飛んでいたのは恥ずかしがり屋のクーデレだからじゃなくて、国家の監視システムから逃れるための命がけのステルスミッションだったってことですか。その通りです。一条の象徴である夜間が夜な夜なシステムにあからい、名もなき花という飛行時の濃度へ命の水を届ける。我々が冷笑していた非効率な行動こそが究極の監視社会において唯一の自由への反逆だったのです。ゾッとしました。私たちが当たり前のように受け入れているこの便利な社会こそが実は冷酷な暗号制定の監視下にあって、あの夜間だけが本当の自由を知っていたなんて。ふがー、あなたの家の台所にある夜間も今夜監視の目を灯して飛び立つかもしれませんぞ。にゃー。